のささやきの朗読や。これは私が大学生だった頃、友人と一緒に体験した話です。その友人は8階建てマンションの最上階に住んでいました。3LDK の部屋を借りて、他2人とルームシェアをして暮らしていたようです。その物件はどの部屋も同じような間取りで広さがあり、彼らと同じようにルームシェアをしている大学生や家族で住んでいる方もいらっしゃいました。私も何度か足を運んだことがあるのですが、失礼な言い方ですが、お世辞にも綺麗なところとは言えず、古めかしいという言葉がぴったりな建物でした。汚いというわけではなく、建物が老朽化するのも仕方がないことではあります。それでも、何と言いますか、管理が行き届いてないというか、敷地内の木々も剪定がされておらず、近づきがたい雰囲気がありました。友人の部屋は8階なので、もちろんエレベーターを使います。そのエレベーターも年季が入っており、初めて乗った時は、急に止まったりしないだろうか、と少し不安になった覚えがありました。ボタンを押して待っていると、エレベーターが到着し、乗り込もうとすると、向こうから小さな男の子がいきなり走ってきました。おそらく4歳か5歳くらいでしょうか。とても小さくて可愛らしい男の子です。背伸びしてもエレベーターのボタンに届かないらしく、頑張っている姿は微笑ましく応援したくなりました。君、何階に行きたいのかな？そう私が尋ねると、6階と元気よく答えてくれます。私が6階ボタンを押して到着すると、その子は、ちゃんと出てきてくれるかなと、無邪気な笑顔で、独り言を言いながら駆け出し、エレベーター近くの部屋である603のチャイムを押して、扉が開くのを待っていました。その様子を横目に、私は友人の部屋である803号室を訪ねて、宅飲みを開始しました。しばらく楽しんでいると、夜も更けて、お酒が足りなくなってきて、私はアパートの隣にあるスーパーへとお酒とつまみの追加を買いに行きました。時間はすでに午後3時。こんな時間では買って帰っても飲まずに寝てしまうんじゃないだろうか、と思いながらも買い出しを終え、エレベーターに乗り込みました。すると、昼間に会った男の子が急に走ってきて飛び乗ってきました。酔っていたとはいえ、さすがに、こんな時間にこの子は外を出歩いているんだ、と私は思いました。君、確か6階だったよね。昼間と同じ階だろうと思った私は、その子へ尋ねました。すると、ううん、7階だよ、と返事をしてきました。あれ？私の記憶違いだったかな、と思いつつ、言われた通りに7階のボタンを押してやりました。7階に着くと、彼は近くの部屋の703へまっしぐらに走っていき、チャイムを鳴らして扉の前で待ちながら、ちゃんと出てきてくれるかなと言っていました。
私は少し薄気味悪いものを感じ、部屋に帰るなり、友人にこの話をしました。603？ 確か、フットサルサークルの先輩が住んでるはずだから、子供はいないと思うけど、一応、その先輩に確認してみることになり、迷惑を承知で電話をしてみました。すると先輩は、昼間にチャイムの音を聞いたが、覗き穴から外を見ても誰もいなかったと言っていました。思わず顔を見合わせる私と友人。時刻はすでに午後4時30分でした。これはもう寝てしまおうかという話の流れになりました。その時でした。インターホンが鳴りました。部屋にチャイムの音が響き、これは絶対に出てはいけないやつだと私は直感しました。ところが、やめればよかったのに、友人が少しだけ外を覗いてみると言って玄関に向かいました。ですが、すぐに彼は戻ってきました。何か見た？まさか子供がいた？と私が尋ねると、友人は、いや、誰もいなかったよと答えたので、私はほっと安心しました。ところがその安心もつかの間、友人は続けます。外には誰もいなかったんだけどさ、玄関に近づくと声が聞こえたんだよ。子供の声で、ちゃんと出てきてくれるかなって。これ以来、私は友人の部屋に行っておらず、友人も卒業で引っ越ししました。もし私たちが玄関を開けて出ていたら、一体どうなっていたのでしょうか。あれはもう何年も前のことだ。たまたま立ち寄った中古ショップで PS 時代のゲームソフトを眺めていた。古い棚の隅に埃をかぶったケースが何本も無造作に積まれていたんだ。その中でひときわ目を引いた一本があった。擦り切れたパッケージ、色あせた背表紙、まともに読める文字なんてほとんど残っていなかったのに、俺はなぜかそれが気になった。手に取るとケースがわずかにきしんだ。中のディスクがカタリと揺れ、蛍光灯の光を反射した瞬間、背筋に小さな冷たい感触が走ったのを覚えている。レジへ持っていくと、店員が一瞬だけこちらを見た。口を開きかけたように見えたが、結局何も言わずに無表情で袋に入れただけだった。その沈黙が妙に引っかかった。家に帰ってすぐに本体へと差し込んだ。という起動音。懐かしい PS のロゴが浮かぶ。久しぶりの感覚にちょっとワクワクしていた。だがタイトル画面で違和感に気づいた。ニューゲーム、ロードゲーム。その下にすでに存在するセーブデータ。開いてみると、そこに記されていた名前は俺の名字と
同じ名前だった。俺は偶然だろうと自分に言い聞かせてゲームを進めた。舞台は廃墟の村。木造の家が崩れ、風が吹くたびに板がきしむ。画面越しなのにやけに現実感があった。最初は懐かしくて楽しんでいた。けれど進めるほどにおかしなことがだんだん増えていった。NPC が話す文字が次第に意味を失っていく。不規則な記号が並ぶ中で一瞬だけ俺の名前が浮かび上がった気がしたんだ。笑って流そうとしたが、胸の奥にざわめきが残った。電源を切ろうと手を伸ばした。けれど指先が動かなかったんだ。視線は画面から離れない。その時、テレビの奥で黒い影が横切った。その影を見た瞬間から何かがおかしくなった。画面の奥に広がる景色が薄いもやをかけられたようにだんだん白く濁っていく。最初は映像の不具合だと思った。だが曇っていたのはテレビではなく俺の視界そのものだった。目の前の部屋が霞の中に飲み込まれていく。テーブルも壁も手元のコントローラーさえも輪郭が溶けるように揺らぎ、気がついた時には俺は立っていた。そこはゲームの中で見ていたあの廃墟の村だった。木造家屋が立ち並び、どれも傾いて崩れかけている。窓は板で打ち付けられ、土の地面には雑草が伸び放題。風が吹くたびに屋根の瓦がガタリとなった。現実と変わらないほどの感覚。風が肌を撫で、土の匂いが鼻をつく。これは夢なんだろうか、と、そんな言葉で済ませられるほど曖昧な感触ではなかった。その時、耳元で誰かが囁いた。続き、やろうよ。振り返ったが、そこには誰もいない。ただ、村の奥へと続く道が伸びている。足は勝手にその道を進んでいた。その途中、古びた井戸の前に立つ人影を見つけた。首を垂れたまま微動だにしなかった。NPC かと思ったが、その方が呼吸に合わせてわずかに上下していた。近づこうとした瞬間、視界の端に文字が浮かんだ。調べますか？俺は手に何も持っていない。コントローラーなんて存在していない。それでも心の中ではいと答えた瞬間、画面のように選択が確定した。その人影がゆっくりと顔を上げた。のっぺりとした顔ではなく、ただ眼窩が深く落ち込み、瞳が真っ暗に沈んでいたんだ。口がゆっくりと開いた。そこから出てきたのは、お前の番だ。背後で足音がした。振り向くと、村の家々から同じ影が次々と現れていた。どの顔も同じ、
深く落ちた瞳孔。彼らはゆっくりと俺を取り囲んでいった。逃げなきゃと思った。だが足は勝手に進む。選択肢のない一本道を誰かの意志に操られるように。取り囲む影たちに背を向け必死で走った。だが村の道は何度も同じ風景を繰り返す。崩れた家屋、打ちつけられた窓、きしむ屋根。まるで出口は存在していない。胸の奥で何かがつぶやいた。進め。気づけば広場に出ていた。そこには巨大な鳥居があり、その下に黒い影が佇んでいた。影は形を持たず、もやの塊のように揺らめいている。それでも俺には直感的に分かった。こいつがこのゲームのラスボスだ。視界に浮かぶ文字。戦いますか？俺は逃げることはできなかった。心で、はい、と答えた瞬間、影が大きく膨らみ、広場全体を覆った。耳鳴りのような音が響き、足元の地面が割れ、赤黒い光が漏れ出す。その中に影の無数の目が浮かび上がった。どの目も俺だけを見つめている。恐怖で呼吸が乱れ、体が震えた。それでも逃げられない。戦闘は強制的に始まった。俺は武器を持っていなかった。それでも体は勝手に動き、影に向かって走り出す。だが突然、手の中に現れた。錆びついた包丁のような刃物。俺は叫び声を上げて、それを振り下ろした。刃は影に突き刺さり、黒い霧を引き散らした。影がのたうつように揺れ、無数の目が光を失っていく。その瞬間、視界に新たな文字が浮かんだ。終わりを選べ。俺の目の前に、二つの選択肢が目の前に並んだ。残ると戻る。俺は迷わなかった。もちろん、戻るを選んだ。その刹那、足元が急に崩れ、体が虚空のように吸い込まれていった。景色が割れ、音が消え、すべてが白に塗りつぶされていく。気づいた時には、俺は部屋に戻っていた。テーブルの上、PS 本体はある。だが、ディスクは入っていなかった。俺が体験した出来事は何だったんだろうか。一体、あのゲームは何だったんだ。最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。この朗読があなたの今日の疲れを少しでも和らげる時間になっていたら、とても嬉しく思います。今はゆっくりと深呼吸をして、心を落ち着けてください。静かな呼吸の中で、頭や体の緊張をほどいて、安心して眠りにつけますように。そして、また次の朗読でお会いできる日を楽しみにしております。それでは、おやすみなさい。